はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ ゼニスです。クリスマスイブの前日、23日に発売開始になったようですね。クリスマスプレゼントを意識しているんでしょうけど、ちょっと遅かったかな。イブに手元になければ渡せないもんね。そうなのよね。だからまあ、それは置いといて。ジャックさん、ゼニスはどんなモデルなんでしょう？オール金属ボディの 1DD モデル、チューニングスイッチ付きってとこかな。過去にもこういうモデルあったなぁと思って振り返ってみると KZ-D5 があったね。ゼニスのベースが D5 かどうかはわからないけど似てるよなぁとは思った。フェイスプレートの感じは違いますけど確かに似てますね。ただ価格がだいぶ違うんだよな。 D5 は発売から結構経ってることもあって今 KZ のオフィシャルストアで2000円切ってるけどゼニスは約1万円だからね。価格差ほど音質に違いがあるってこと？そこが一番気になるとこだけど結論は後半でね。外観はオール金属ボディなので片側実測 12.3g 結構ありますね。ちなみに D5 は同じくらいの重さですね。一般的なサイズでイヤーフィンの突起もないので装着感に問題はないでしょう。音漏れはあるわね。まずノズル側を押さえるとフェイスプレート側から漏れてるのがわかる。ここも押さえるとほぼ聞こえなくなるんで混んでる電車内などでは気をつけた方が良さそうね。ドライバーはフルレンジウルトラリニアドライバー X を搭載。特徴は効率の良さから来るドライブのしやすさ、磁気ギャップの改善による安定した磁場により全周波数帯域で正確な音声信号復元が可能、均一な磁場による音の歪みの減少と改善点は多いけど小さな磁気ギャップを達成するためには高い材料性能と製造精度が必要。磁石の安定した磁気特性や巻き線精度が求められる。へえ、細かいことはよくわかんないけど精度を追求したらコストかかっちゃった。だから高いんだよって言ってる？まあそうだね。あとご覧の通りボイスコイルとネオジム磁石の径が広くなったこともアピールしてるね。次はおなじみのチューニングスイッチか。効果はグラフで見た方が早いね。低域を3ステップでブーストし一番右のスイッチでゲインが上がるという内容。これ D5 と一緒。 DD1 機だと自在にスイッチで特性を変えるってわけにはいかないようだね。とはいえ低域のみの調整でも結構聞き心地は変化するし低域だけに効果があるって分かってる分使いやすい。イヤーチップは2種類バンドルされていて1つはメモリーフォーム白の波形です。広域の調整用に良さそうですね。まあそうなんだけどゼニスってもともとそんなに広域強くないから今回はメモリーフォームの出番はなさそうだな。あら、そうなんですね。音収録と視聴にはバンドル1の特性に近いディバイナスベルベットを使ったよ。最近よく登場しているナイス HCKC04 と比較してみたけどバンドル1により近い方を選んだ。はい、比較モデルは D5 でいいんですよね。D5 のスイッチオールオフね。ゼニスはスイッチオールオフと1110の低域をマックスでブーストしたパターンを聞いてみよう。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。D5 の方が低域が軽めで中高域に明るさを感じました。ってことは波形比較の通りだね。ああ、確かにそうなるわね。っていうか D5 とゼニスって波形結構似てるのね。そう、似てるよな。低域から中域までを少し落とし、3から5キロ手前までと10キロ以上での差分もあり、D5 が明るく感じだよね。ボーカルの出方は案外似た感じだったかな。D5 の場合、低域の軽さの分、ボーカルがやや目立ってた気がする。4曲目でも、ストリングスやグワイヤー系は D5 がより明るく出てた。ゼニスにチェンジすると、明るさは少し減る代わりに、広がりがうわっと増した感じだった。そうそう、そんな感じだったね。収録音ではゼニスの低域が思ったほど変化していなかったように感じましたが、実機の聴き比べてはどうでした？スイッチオールオフと1110の低域を一番ブーストしたパターンで聴き比べたところ、そんなに大きな変化という感じではなかったな。低域が増した感はあるけど、程よいというか、現実的というか、結構微調整にいいんじゃないかなって思うわ。最近の KZ ってこういう感じの波形になることが多くて、このカーブだと大抵いい感じなんであんまり言うこともないんだけど、ベースとバスドラのキックはそんなに主張が強くないけど安心感ある。ボーカルは近めで前へ出過ぎることなくバックの音と馴染む。視察音ちょっとあるけど許容レベル。バックの音が広い空間の横から来る感じ。ボーカルメロディーの居場所をしっかり開けてあると言ったらいいかな。ハイハットを含むシンバル系は存在感を保ちつつ耳につくほど前に出てこないのがいい。いつもよりざっくりした感想だね。まあね。一番言いたいのは、音は近めなのにいい感じで抜けていって常に広がりを感じさせてくれるのがなんとも心地いいってこと。もちろん曲によって多少の差はあるけどね。そして音が太くなんとなく丸みと柔らかさを感じる。D5 もチューニングは似ているしレオトも好きだけど広がりはゼニスほどじゃないもんな。ドライバー系の改善がいろいろありましたけど、その効果も大いにありそうですね。そうだと思うよ。KZ の 1DD モデルとしては高めな価格設定だけど、この辺りのモデルも1万前後だから KZ の枠を外すと特に高いとは感じないんで、 KZ の DD フラッグシップモデルっていうアピールもわかる気がする。普段の KZ がむしろ安すぎなんだろうね。確かにそうですね。ゼニスはおすすめですか？そうだな。広がり開放感重視で広域があまり鋭いのが苦手っていう人にはおすすめだね。空間が広いから聞いてて疲れにくいし聞き心地いいよね。そうなのよね。買っちゃおうかな。はい、毎度あり。ということで KZ の DD フラッグシップモデルゼニスのレビューでした。じゃあまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。